こんにちは、ゆいです。私には双子の姉、ランがいます。昔から華やかで自信満々なランは、何でも一番良いものを選ぶ人でした。そして私はいつもその残り物。でも、そんな私にとって、残り物が人生の宝物になるなんて、誰が想像したでしょうか？あの日、私たち家族はリビングに集まっていました。そして父が結婚相手を紹介すると切り出し、私たちに2つの写真を持ってきたのです。1人は父の取引先の会社社長の息子、タクトさん。彼はおしゃれなイケメンで、見るからに御曹司という感じの素敵な男性。もう1人は父の長年の友人の息子、修一さん。修一さんはかなり太っていて、お世辞にもかっこいいとは言えない男性です。ランは迷うことなく、社長の息子のタクトさんを選んだ。うわ、素敵な人。私はこっちの人が良いわ。ゆいには修一さんがぴったりね。地味な方がお似合いよ、と笑いました。正直、また残り物か、と思いました。私はさすがに修一さんと結婚する気にはなれなかったので、父に今回は辞退させてと頼みました。私の結婚相手は自分で決めたいと。しかし、父は無情にもこう言いました。お前は今までに彼氏の一人も連れてきたことがない。そんなお前が自分で結婚相手を見つけられるとは思わん。修一くんは良い男だよ。修一くんと結婚して私たちを安心させてくれ。私は泣く泣く修一さんと結婚するしかありませんでした。姉はそれを見て笑って言いました。お似合いなのに何が不満なの？よく見ると修一さんも可愛いじゃない。暑苦しいけどぬいぐるみみたいで。あはは。私はタクトさんに一目惚れしちゃった。お互いぴったりの相手に出会えたと思うの。初めて修一さんに会ったのは近所のレストランでした。彼は太っていて滝のように噴き出す汗をふきふき窮屈そうに座っていました。彼の脇に目をやると汗しみが丸く広がっています。でも話してみると彼は穏やかな人で、瞳には真剣さと優しさがありました。それだけがほんの少し救いでした。帰宅するとタクトさんと顔合わせをした姉のランは大はしゃぎ、結婚式が楽しみだわ。新居も決めなくちゃ。私はそんな姉を横目に憂鬱な気分でした。数ヶ月後、結婚式を済ませた私たちは、ついに新婚生活をスタートしました。最初は本当にぎこちない日々が続きました。修一さんは同じ部屋にいるだけで圧迫感がある上、何をするにも不器用なんです。例えば料理を手伝おうとしてくれてもしょっちゅう失敗ばかりでした。今朝も座っててくださいと言ったのに、修一さんは朝食の準備を手伝うと言って私と一緒にキッチンに立ちました。修一さん、包丁の持ち方危ないですよと手を添えて直すと、彼は照れくさそうに笑いながらすみません、不器用でと答えました。でもその表情がどこか可愛らしくてつい笑ってしまったんです。不器用だけど一生懸命な姿を見ていると悪い人ではないんだなと感じました。ある連休、2人で私の実家に帰ることになりました。いらっしゃい。実家に着くと両親が迎えてくれました。修一さん、運転疲れたでしょ。いいのよ。ふと見ると修一さんが母を手伝って
宅配便で届いたものをキッチンに運んでいました。しばらくして姉夫婦がやってきました。2人ともブランド物に身を包み、暗いばかりにキラキラして見えました。ゆいちゃん、久しぶりだね。そう言って微笑むタクトさんは相変わらず素敵でした。修一さん、また太ったんじゃない？姉がリビングに入ってくるなり言ったんです。私、ちょっとお姉ちゃん。修一さんに失礼よ。姉、ごめんね。つい口に出ちゃった。修一さんは失礼な姉に不機嫌な顔一つせず、いいんですよ、とにっこりと笑っていました。タクトラン、人によって体質ってもんがあるんだ。君みたいにスタイルが良くて綺麗な人ばかりじゃないんだぞ。姉、いやん。嬉しい。姉夫婦は人の目もはばからずイチャイチャし始め、私は辟易してしまいました。ゆい、見て。姉の白くて華奢な手首にはダイヤモンドのブレスレットがキラキラと輝いていました。これタクトからのプレゼントなの。まあ素敵ね、と母が言いました。タクト、センスいいでしょ。修一さんはこんなことできないわよね。あの人ぶどんそうだし。あはは。母がたしなめます。そんなこと言わないの。修一さんは素朴だけど優しい人よ。あの人優しくなけりゃ何の取り柄もないじゃん。姉の言葉に私はさすがに腹が立って言いました。お姉ちゃんにはわからないのよ。どんなに高価なダイヤモンドよりあの人の心は澄んでいるんだから。へへ。姉は少し驚いた顔で私を見て言いました。やっぱりあんたたちお似合いだわ。あはは。ある朝、修一さんは朝ごはんを食べた後、今日はリモートで会議なんだと言って仕事のために自室に入っていきました。さてと、私は食器をさっと片付けると、食後のコーヒーをゆっくりと飲んでほっと一息をつきました。あ、洗濯物を干さなきゃ。バルコニーで洗濯物を干し始めると、部屋から修一さんの声が聞こえてきました。え、なんかいつもと感じが違う。会議中の修一さんは理路整然と話していて、その声は自信に満ち溢れているのでした。リモート会議が終わると、修一さんがコーヒーを入れながら言いました。新商品のプロテインを実際に自分でも試したいんだ。来週からジムに通うから。帰りがいつもより1時間ほど遅くなる。私は驚いて言いました。仕事のためにそこまでするなんて。修一さんは真面目な人なんですね。いえいえ、健康のためにも痩せなきゃと思っていたし、一石二鳥だよ。そう言って修一さんは笑いました。それから彼は毎日のようにジムに通って運動に励みました。そんな彼を見て私は栄養学の本を読み漁り、食事のサポートをしたんです。すると次第に修一さんの体は少しずつ引き締まっていきました。数ヶ月後には太っていた頃の彼とはまるで別人。驚くほど端正な顔立ちが際立つようになったんです。最近体が軽くなりましたと彼が嬉しそうに話すとき、その表情がキラキラとして見えました。修一さんがあまりにもイケメンに変身したので、私には彼が眩しくて仕方がありません。本当にすごいです。努力家ですねと伝えると、彼は照れたように、ゆいさんが応援してくれるからですよと返してくれました。その瞬間、私はドキッとして真っ赤になってしまいました。
正月休みに入り、私たちは一緒に実家を訪れました。玄関先で修一さんを見た母は驚いて、まあ修一さん、痩せて素敵になったわね、と目を丸くしていました。父も君見違えたねと喜んでいました。最近また大きな商談をまとめたんだって？さすが修一くん、優秀だと評判なだけあるね。え、修一さんって優秀なんだ。私は尊敬の眼差しで彼を見上げました。リビングに行くと、姉夫婦がスナックを食い散らかしながらテレビを見ていたんです。そんな姉夫婦の姿は、以前のようなキラキラ感は失われたように見えました。ああ、ゆい、久しぶり。振り返りざまに修一さんを見た姉はショックを受けているようでした。修一くん、痩せたわね。まさかこんなにイケメンになるなんて。だらしなくソファに座っていた姉はきちんと座り直すと手鏡を取り出してリップを塗り直していました。タクトさんが修一さんを言いました。修一くん、痩せたね。前は見るからに暑苦しいデブだったのに、おかげさまで。小木圭さんは最近どうですか？タクトさんの失礼な物言いにも動じず、修一さんは笑顔で答えました。するとタクトさんが弱々しく、でも懇願するような涙目でこう言ったんです。修一くん、実は頼みがあるんだ。金を貸してくれ。姉までもお願い。修一くんって頼んできました。突然のことに私たちは動揺しました。お姉ちゃん、そんなこと突然言われても困るよ。修一さんもびっくりしてるじゃない。私が口を挟むと姉がこう言いました。うるさい。あんたに何がわかるのよ。旦那が痩せてイケメンになったからって調子に乗るんじゃないわよ。やめなさい、2人とも。父が割り込んできて姉夫婦を叱りました。そして姉夫婦を別の部屋に連れて行き説教を始めたんです。一体2人に何があったのか、私たちには見当もつきませんでした。母の説明によると、タクトさんはギャンブルで大金を失い、姉はお金を湯水のように使っていたことで、2人は財産を失ってしまったというんです。そのことでタクトさんのお父さんは激怒して、彼は勘当されてしまったとか。そして今は高級マンションを追い出され、狭いアパートでの生活を余儀なくされているというのです。私は信じられない思いでした。その時インターホンが鳴ったんです。玄関のドアを開けると若い女性が立っていました。どちら様でしょうか。私が声をかけるとその女性が言いました。タクトさんに大事なお話があります。私、彼の子を身ごもっているんです。私は即座に彼女の言ったことが理解できず、あんぐりと口を開けてまじまじと彼女を眺めました。修一さんがそっとしそうな私を支えながら、まずは中へ、そう言ってその女性を家の中に招き入れました。リナというその女性は童顔だけど、どこかセクシーな雰囲気のある人でした。母と私が彼女にお茶を出している間、修一さんが義兄を呼びに行ってくれました。しばらくするとタクトさんがリビングに入ってきました。君、こんなところまで来るなんて困るよ。仕事熱心なのはいいけど正月休みだぞ。書類ならメールで送ってくれたらいいのに。タクトさんがリナさんに言いました。彼の額にはうっすらと汗がにじんでいるように見えます。姉が不思議そうに、この人誰？と聞いていました。あ、
この子はうちの会社でアルバイトをしている女の子。君、ちょっと外で話そう。そう言ってタクトさんがリナさんの腕をつかんで外に連れ出そうとしました。その瞬間、リナさんが叫びました。話すってもうごまかされるのはたくさんよ。私のお腹にいる私たちの子はどうするつもり？あわわわ、真っ青になるタクトさん。一瞬静まり返った後、姉が叫びました。姉、何ですって？何なのこの娘。タクト、これは誤解だ。リナ、しらばっくれるのもいい加減にしなさいよ。姉は、あんたは黙ってなさいと言って、目の前にあった水をリナにぶっかけました。リナさんも負けずにサルサソースを掴んで姉に投げつけました。そこからは阿鼻叫喚の大騒ぎ。今にもつかみ合いをしそうな姉とリナさんの間に入って喧嘩を止めようとしたタクトさんの服はあっという間にビリビリに破れてしまいました。ついに父が叫びました。お前たち、この家から出て行け。数ヶ月後、姉はタクトさんと離婚することになりました。聞くところによると、タクトさんとリナさんは姉と結婚する前から関係があったのだそうです。しかも他にも複数の女性と何股もかけていたのだとか。それからというもの、いつも高慢な態度で私を見下していた姉は別人のようにおとなしくなりました。人の価値は見かけだけで決まるものではありません。大切なのは人としての誠実さと努力、そして支え合う心。私は修一さんと共にそのことを学び、歩むことができて本当に幸せです。動画を楽しんでいただけたなら、ぜひコメントや感想を教えてください。次回もお楽しみに。チャンネル登録&高評価よろしく。